モンハンプロ音楽家と聞く音楽解説。こんにちは、長見ひゆです。今回はモンスターハンターワイルズで登場したワイルズ版ラギアクルス戦闘曲海と陸の共振を解説していきます。このシリーズではモンハンの音楽が好きでよく聞くけど、これはどういうジャンルの音楽なんだろうとか、どんな楽器が使われているんだろう、どんなことを表現しているのかなというように、音楽初心者の方でも音楽を楽しめる手助けとなることを目的としています。このシリーズを手助けしてくれるのは、原神をはじめモンスターハンタートライなどアニメ・ゲーム音楽収録に数多く携わった私のお母さん、そしてプロ作曲家の私の旦那です。解説は8年ほどドラムをやっていた元ドラマーの私、長見ひゆがお送りいたします。また、こちらの音楽解説は実際の演奏動画以外は耳で聞いた音のみで楽器などを判断していますので、完全に合っているかまではちょっと断言ができません。あくまで参考程度にお願いいたします。さて、ワイルズでは 4G で登場したモンスターの再登場が多く、ファンサービスの多い作品となっていますが、ラギアクルス復活によりトライ G をプレイした方にも嬉し懐かしな作品になっているのではないでしょうか。ノスタルジーを刺激するラギアクルス戦闘曲。ワイルズ版のアレンジは壮大でダイナミックだった原曲とは異なり、よりリッチで深みのある曲に仕上がっています。原曲とワイルズ版どちらも楽しめるように動画を作成しました。今回いろいろと話が脱線すると思いますが、どうぞお付き合いください。まずは多くのハンターがラギアクルスとの激闘を経験した2009年発売のモンスターハンタートライの海と陸の共振原曲、そして2025年発売のモンスターハンターワイルズ版を聴いていただきましょう。特徴的な部分をピックアップして交互に流しますので、どんな違いがあるか聞いてみてください。個人的聴き比べポイントはバイオリンとパーカッションです。それではどうぞ。
いかがでしょうか？大きく異なる点もいくつかありますが、基本的には原曲から離れすぎず、うまくアレンジされていますよね。さて、ワイルズ版のアレンジをよく理解するためには、原曲がどのような構成なのかを知る必要がありますよね。原曲、海と陸の共振から解説したいと思います。この曲の最大の特徴は、まさにタイトル通りの海と陸の対比表現です。ラギアクルスというモンスターは、陸での戦闘はもちろん、水中戦でも華麗に大暴れする、かっこよくて可愛いモンスターですよね。この曲は海と陸が楽器の種類で表現されています。海の表現。透明感のある高音の弦楽器、主にバイオリンが水中を滑らかに、そして鋭く泳ぎ回るラギアクルスの姿を想起させます。水中の浮遊感と予測不能な動きが生み出す緊迫感が、この透き通った音色から伝わってくるのではないでしょうか。陸の表現。一方、力強く響く金管楽器や激しく打ち鳴らされるパーカッションは、ラギアクルスが陸の上で猛威を振るう時の圧倒的な存在感、大地を揺るがすような雷撃を表現しているように感じます。重厚で野生的なサウンドが陸上戦の迫力を引き立てていますよね。そしてこの原曲に深く刻まれているのがラテン系の情熱的なリズムです。ラテン系のリズム、メレンゲというのを聞いたことありますか？ラテンリズム、メレンゲとは、ドミニカ共和国発祥の非常に陽気でアップテンポなダンス音楽、そしてダンスそのものを指します。ラテン音楽の中でも特にエネルギッシュで世界中で愛されています。なぜメレンゲの話をしたかというと、ラギアの曲にずっとパーカッションが同じラテン系のリズムを刻んでいるんですよね。ちなみにメレンゲの基本のリズムは、トトットタットトタットトトトトトといった感じのリズムです。ここで注意点なんですが、私の周りにガチラテン楽器奏者の方がいらっしゃらなかったので、今回は海外のメレンゲ講座動画を参考にしています。メレンゲのリズムは曲によって、もしくはメレンゲのリズムを担当する楽器によってスタイルが少し変わることもあると思いますので、そんなものがあるんだなというくらいの認識でお願いいたします。話を戻しまして、メレンゲのリズム、トトトタットタタットトトトトトがラギアの曲に入っているかなというのを今一度確認していただこうと思います。原曲のテンポは結構速いので、速度はトトトタットトタットトトトトトくらいをイメージしておくといいかなと思います。それではもう一度聞いてみましょう。どうでしたか？多分このリズムを刻んでいる楽器はボンゴでスティックで叩いて演奏しているんじゃないかなと思います。ちなみにボンゴは主にラテンアメリカ音楽で広く使われる小型の幕名楽器の一種です。特にキューバ音楽において重要な役割を果たしてきました。またパーカッションの話で言うと、活躍はボンゴだけではなく、裏でティンパニが響くことによってこの曲をより重厚で迫力のある一曲へと仕上げてくれています。さて、このラギアの戦闘曲、直接的にメレンゲのような特定のダンスリズムが明確に現れているわけではないかもしれませんが、曲全体にみなぎるシンコペーションを多用した躍動感、そして力強いパーカッションのリズムは紛れもなくラテン音楽が持つ生命力や情熱を強く感じさせます。ラギアクルスという新時代の水中モンスターの獰猛さ、そして狩りのスピーディーな展開をこの熱いリズムが支えていたと言えるでしょう。またトライ G の舞台でもあるモガの村が非常に南米を連想させるデザインであることも今回ラテン系リズムを紹介した理由です。実際にモガの村のモデルはインドネシアなんですが、チャチャとカヤンバがお面をかぶっていたりなどいろんな文化が登場するのがトライ G なのかなといった感想です。次にワイルズ版海と陸の共振を聞いていきましょう。
ワイルズ版は原曲の魂を受け継ぎながら技術の進化とシリーズの歴史を融合させたまさにラギアクルスの集大成というような仕上がりになっています。それではもう一度聴いていきましょう。原曲とワイルズ版の比較ポイントは以下の通りです。バイオリンが彩る旋律と音色の進化、リズムセクションの変化とアクセントの妙、命あるものへとの融合、そしてバイオリンが紡ぐ歴史。比較ポイントその1、バイオリンが彩る旋律と音色の進化。まず、ワイルズ版で特に耳を引くのは、バイオリンの表現が際立つアレンジです。原曲が各楽器でバランスよく構成されていたのに対し、ワイルズ版ではバイオリンソロがメロディーラインをより鮮やかに、そして情感豊かに歌い上げています。これにより曲全体に助長性が加わり、ラギアクルスの獰猛さだけでなく、大会の王者の持つ美しさや神秘性といった側面も強調されているように私は感じました。実はワイルズのメインテーマ曲美しき世界の言葉にもバイオリンがフューチャーされており、美しく響くバイオリンの音色が印象的です。ワイルズ版海と陸の共振においてもバイオリンが強調されることで、後に登場するトライ G のテーマ曲である命あるものへのメロディーとこの楽器の持つ表現力が非常に美しくマッチしていると感じます。また、ワイルズ版でバイオリンソロが強調されているのは、当時と同じ完全な水中戦が実装されなかったためではないかとも考えました。強制的に水中戦は発生すると思うんですが、当時ほど水中も広くないですし、主にスリンガーで戦うといった制限もありますよね。限られた水中戦だからこそ、より海の美しさ、優雅さを私たちに印象づけるためにバイオリンソロが多めなのかなと感じました。あくまで個人の感想です。比較ポイントその2、リズムセクションの変化とアクセントの妙。次に注目したいのはリズムセクションのアレンジの変化です。原曲では曲の多くでボンゴのような軽快なパーカッションがリズムを刻み続け、ラテン的な情熱の核となっていました。しかしワイルズ版ではこのボンゴのような楽器が常時リズムを刻むのではなく、一部のパートでアクセントのように入れられているアレンジになっています。曲の始めに駆け上がるようなアレンジが加わったティンパニなどの重厚なパーカッションがより重要な役割を担い、ラギアクルスの強力なアクションや戦闘の転換点において
り強く印象づける効果を発揮していると感じます。リズムの構成がより洗練され、緩急のつけ方が巧みになることで、聞き手の感情をさらに揺さぶるようなドラマチックな展開を生み出していると言えるのではないでしょうか。比較ポイントその3、命あるものへとの融合、そしてバイオリンが紡ぐ歴史。ワイルズ版における最も大きな、そして感動的な変化がラギアクルスが登場したトライ G の象徴ともいえるメインテーマ、命あるものへのフレーズの登場です。この融合は単にファンサービスというだけでなく、ワイルズのメインテーマ、美しき世界の断りもバイオリンが際立つ楽曲であり、そして命あるものへもまたバイオリンが印象的な旋律を奏でる曲であることを考えると、まるでトライの要素とワイルズの要素がバイオリンという共通の音色を媒介にシームレスなグラデーションのように融合しているかのように感じます。また特筆すべきは、命あるものへがこれまでのシリーズにおいてテーマ曲やクエストクリア BGM として使われることはあっても、戦闘曲として直接組み込まれることはありませんでした。大嘘です。アイスボーンのアルバトリオン戦にちょっと入ってました。ちなみになんですが、ワイルズ版のアレンジはすでに発表されているアレンジなんですね。狩猟音楽祭2017にて演奏されていた海と陸の共振の最後の部分に命あるものへが追加されています。もちろんワイルズ版と異なったアレンジで演奏されていますが、今回のアレンジの前身ともいえる構成だと思います。狩猟音楽祭2017年版のものは YouTube Music もしくは Apple Music で聴くことができますので、気になった方はチェックしてみてください。ワイルズ版海と陸の共振におけるアレンジは、その意味でも極めて珍しいものであり、長年のハンターにとってはこれまでの冒険の記憶やモンスターたちとの戦いが鮮やかに蘇り、まさにノスタルジーを刺激しつつも新たな感動を呼び起こす一曲となっているのではないでしょうか。まさにこれまでのシリーズへの感謝と愛が詰まった最高のファンサービスと言えるアレンジなんじゃないかなと個人的に感じました。海と陸の共振原曲とワイルズ版を比較すると、原曲が持つ革新的なアイデアとラテン系の情熱的なリズムはそのままに、ワイルズ版ではバイオリンによる旋律の強調、リズムセクションの緻密な変化、そしてシリーズ全体の壮大な物語が加わることで、より深みと広がりを持った楽曲へと昇華されていることがわかります。ワイルズ版は私たちに懐かしさだけではなく、新たなモンハンの世界への期待感、そして生命としてのモンスターたちの力強い鼓動をより鮮烈に感じさせてくれると思います。皆さんはどちらの海と陸の共振が心に残りましたか？私は正直原曲は殿堂入り曲みたいな認識があるので、ワイルズ版はかなり楽しんで聴くことができました。ぜひ皆さんの感想をコメントで教えてくださいね。今回の動画はここまで。また解説してほしい曲などありましたら、ぜひコメントしてくださいね。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた。